今日は世界で何食べよう。どうもショゴです。ウミガメやマンタと出会えるペニダ島でビンタンビール、アサイーボール、マルタバを食す。旅の資金残り147万円。バリ島からフェリーで45分の秘境と絶景をレンタルバイクで駆け巡り、夜はビンタンビールとナイトマーケットで暴飲暴食してきました。どうもショゴです。今日はこのバリから45分ほど船に乗ってペニダ島っていうところに行ってきます。このペニダ島はバリから日帰りで行ける、離島になっていて、もうとにかくサンゴ礁とかあとマンタが 80% の確率で見えるという、かなり綺麗な海が広がっているというところなので、どんなところか見てこようと思います。今日泊まっているフェアフィールドのマリオットからまずペニダ島に行くフェリー乗り場までは40分ということで、今グラブを呼んでタクシーに40分乗って向かおうと思います。グラブの車到着。みんなかっこいいし綺麗な車乗ってんだよね、バリの人。バリのグラブは本当に車の中が綺麗です。一番なんか汚いなというか古いなと思ったのはベトナムのかなんだけど、もうバリはマジで綺麗です。乗り心地最高。タクシーを降りました。ここでペニダ島に行く人めちゃくちゃ重要なワンポイントアドバイス。ペニダ島はグラブとかが使えないということで、着いた瞬間にもうバイクで移動になります。なのでこの荷物とかがめっちゃ邪魔になると思うんで、僕たちはそのペニダ島に行く前にそのペニダ島から帰ってきた、一泊するんですけど、ペニダ島帰ってきた宿で荷物だけ置かしてもらうということで、今ホテルに到着してます。ペニダ島から帰ってきた後に泊まるホテルがこちら。マジで綺麗だね。こちらが物置き場ということで、ここを使っていいよって事前に言われたので、こちらに置かしてもらいました。ありがたい。すごいバリっぽい道歩いてんだけど、なんと今の気温30度です。超暑い。日本の気温はもう15度なんで、バリはもう暑い暑い。バリにはほんと信号もないし、この歩行者道路がないんでマジで難しいけど、こうやって手上げて急に渡るしかないです。いけるいける。うわマジで怖いけど、これがバリ流の渡り方です。フェリーのチケットは事前にインターネットで予約して、アングカルとかいう名前の会社なんだけど、どこかな、ここら辺にあると思います。チケットはインターネットでこのジュニア号ってサイトで予約したんだけど、当日券にスムーズに変えてもらうことができました。ペニダ島行きのフェリーがあるのはここサヌールなんだけど、サヌールいいとこだな。かなりここから見てる感じ、結構透明度高いです。このバリでこの透明度だから、ペニダ島はもっと透明度高いということなんで楽しみだな。なんか運が良ければウミガメも見れるらしいです。そのシュノーケルしてたらね。俺についてこいと言われたのでついていってるけど、ここがおそらくフェリー乗り場。よく遅延するって書いてあるけど、現在10時半なんだけど9時のがまだ出てないよ。うわめっちゃ遅延してんじゃん。待合所はこんな感じ。トイレもあるので安心。すいません、全然出ないっていう噂だったけど、僕たちの便は超時間通りに出航するみたいです。このみんなで一つの何かに乗っていって海なんか渡る感じ、モルディブを思い出します。モルディブは船じゃなくて飛行機だったけど、これ何の意味があったんだろう。なんかこれ何も見せずにとりあえず回収される。船の中はエアコンはついてなくて、指定席だから6と7番に僕たちは座ってきます。救世主の都扇風機、ちょっとこっち側向けちゃいました。いや乗り込めたけど、指定席だったけど全く番号書いてないんでどこでも座っていいみたいです。にしても暑い。やっぱバリやばいわ、この暑さ。完璧に時間通りの10時半、2分しか遅れてないというか、むしろほぼぴったり。今乗ったらここにあるおじさんにトランスポーテーション、移動手段どうするって言われて、僕たちもともと着いたらレンタカーじゃなくてレンタルバイクか交渉しようと思ったんで、ちょうどよくて交渉したら1日あたり80だから
大体800円ぐらいで借りることができました。なので着いてから交渉しなくても、この船に乗ってる時に多分言ってくるんで、その人と交渉するのがいいと思います。無事ペニダ島到着。時間はだいたい45分の乗船時間でした。うわ、揺れる。なんかめっちゃ海綺麗じゃん。透明。ペニダ島めっちゃ海綺麗。そして今なんかアンドレアって人にバイク借りるって決まってるんで、アンドレア探します。どこだアンドレア。ユカって言ってない。You go. You go? I no go. バイク貸してくれる人を見つけました。アンドレアっていうから男かと思ったら女性の方でした。まさかの。島には入島料が必要で1人250円。免許の確認も一切なかったけど、こいつで2日間回ってきます。タイぶりだわ。そうだよね、多分僕これ怪我してもうタイで散々なことになったんで、安全運転で行ってきます。よし、行きますか。無事30分のスクーター旅終えました。いやー、僕はタイのどこだっけな、パイっていう田舎町で完全に自分のミスなんですけど、思いっきりスクーターでこけて全治1ヶ月ぐらいの大傷を負いました。でも今日はもう真剣に集中してゆっくり乗ったんで大丈夫だったんだけど、なんか今ペニで走ってみた感じ、なんか沖縄に似てるなっていう島でした。でかなり田舎感もあって、で実際島自体も宮古島とほぼ同じ大きさ、宮古島より少しでかいのかな、そんぐらいの大きさで、人口は約4万人くらいの島らしいです。めっちゃ綺麗。それでは水質調査をしていきたいと思います。やっぱ泳いでる人は白人の方が多いな。水自体はかなり透明度があるけど、ゴミが浮いてんな、ちょこっと。このビーチの名前はクリスタルベイナサペニダっていうんだけど、結構ゴミが落ちてて、ゴミ汚ねえなと思ったら、一人白人の方がずーっとゴミ拾いしてんだよね。マジで素晴らしい。シュノーケルバリ島で買ってこようと思ったんだけど忘れちった。結構高いけど1時間5万ルピア、だいたい500円で借りることができました。じゃあさっき借りたやつで行ってきます。なんか中は若干ね少し濁ってる気もしないでもないけど、でも透明は透明だよね。なんか波が強いね、ちょっと。行くな。いや、もうシュノーケル楽しんだんで、もう昼ご飯です。で、ここのクリスタルビーチには昼ご飯があるということで、値段見てみるとだいぶ安くて、1個30円とかでヌードルも食べれるし、40ぐらいでチャーハンも食べれるという価格なんで、ここで昼ご飯にします。最初にマンゴースムージー来たんだけど、このカップ独特、ふにゃんふにゃん、ふにゃんふにゃん。ナシゴレン、なんか麺なんだけど、ほぼほぼカップヌードル。いただきます。それではいただきます。まずスープから。香辛料系ですね。でも美味しいは美味しいけど、だいぶ香辛料だね。がっつりカップ麺。
最初結構ツーンとしたから、うわ香辛料と思ったけど、食べてるうちに慣れてきて全然これ美味しかったっす。食べれる。なんか卵で包んであるし、こちらはもう完全にオムライス、どっちかというとケチャップご飯みたいな感じです。でもうまい。ごちそうさまです。ご飯食べ終わってビーチもう一回戻ってみたら、午前中より人がめっちゃいます。さっきより天気も良くなって晴れたこともあるけど、団体客が来たのかな。相当な数のお客さんがビーチに集まってます。ペニダ島で映えスポットとしてある崖から海を見下ろすというポイントがめっちゃ綺麗なんで、そこまでもう一回バイクで行ってこようと思います。過去一番の田舎をバイクで運転します。だいぶのどか。ここの島もバリヒンドゥーということで、お寺自体は右側のようにヒンドゥー教のなんか寺院みたいな感じで、なんかちょっと仏教とも違うよね、やっぱり。面白い。左側とか面白い。ガソリンなくなったけど、これがペットボトルみたい。ペットボトルじゃない、給油らしい。ペトロンって言うんだって。いや、よかった。マジでガソリンの表示がもう1個しかなかったから危なかったです。ガソリンがなくなったのでペットボトルガソリンを入れてもらってます。もうこうやって道中にこういうお店があって、給油ポイントみたいです。そのガソリンスタンドはないんだよね、なかなか街中には。道がガタガタでめっちゃきつかった。ケツいてやっとブロークンビーチっていうその崖が有名なとこまで到着しました。本当にのどかな街並みっていうか、もうなんかど田舎。あれじゃん。めっちゃ綺麗じゃん。泳いでる人もいる？ボートで。左側に行くとブロークンビーチで、右側がエンジェルビラボン。あっちがまずエンジェルビラボン行ってみるか。やっぱ絶景のとこにはもう観光客だらけです。何が？その中に何かあんの？そういうことか。綺麗だね。海めっちゃ綺麗じゃん。綺麗。目の前に階段があると思うけど、一昔前まではここのため池みたいなところで泳げたらしいんだけど、急な水位の上昇でちょっと危ないということで泳ぐことが禁止されたようです。また急な雨が降ってきたけど、絶景のビーチ到着。下には降りないんだね。この崖の感じがマジですげえかっけえ。もう一箇所ペニダといえばっていうめっちゃ綺麗なその崖があるんだけど、もう僕のダメなとこっす。もうね、運転したくない。こっから30分またガタガタ道とかを運転するんだったら、もうシュノーケルで海入ってたりすボーっと。ということで、もう宿に向かいたいと思います。といっても宿までもまたこっから50分かかるんだよな。ペニダ、その石垣島じゃなくてどこだっけ、竹富島、宮古島だ。そう、宮古島と同じぐらいの大きさとはいえ、まず道がくっそ狭くて、対向車が来るたびにヒヤヒヤするから、運転も疲れる。疲れてます。ちょっと行き来るときにめっちゃうまそうなアイスと
景色がいいカフェ見つけてたんで、ここちょっと入ってみます。おお、ジュースが200円ぐらいか。全然いい全然いい。至福の一杯パイナップルジュース注文しました。でもね、ぬるいのがちょっと気に食わないんだな。いただきます。ではいただきます。思ったより冷たい。中は冷たかった。生き返るわ。さっきちゃんとパイナップルのなんていうの、実から作ってるとこ見たんで、これ本物です。めっちゃうまい。ここの絶景スポットはトイレが5000だから50円使わせていただきます。いやー疲れた。さっき、道少し良かったけど、いやーしんどい。今日の宿に到着しました。名前はルートコテージ。南インドのケーララってところでアイルベーダーを受けたことがあるんだけど、インドとスリランカの伝統的な治療なんだけど、伝統的な医療法か。そこの宿とちょっと似てんな。本日のお部屋はこちらの2号室。本日のお部屋はこちら。広いけどベッドオンリー。トイレとシャワーもかなり綺麗で、これで2000円以下は相当当たりです。ちょっと疲れすぎて寝てました。今からこの近くにナイトマーケットがあるということで、バイクで3分向かいます。ナイトマーケット到着したんだけど、やべ、タイの想像したからだいぶちっちゃいぞ。タイはもっとナイトマーケットって基本全部でかいからな。旅始まっていろいろなナイトマーケット行ったけど、過去一ローカル感強い。イメージはもう地元のめちゃくちゃちっちゃい神社の個人的なこじんまりしたお祭りの屋台ぐらいの量です。今ちょっとイメージが決まりまして、この焼き鳥食いながらビール飲もうかな。このマーケットビールないから、目の前にあるこのスーパーで買ってこいって言われたんだけど、これなんかめっちゃ良心的。それではまずビールだけいただきます。マジでこれハイネケンみたいな味するんだけど、絶対香りあるでしょ。ハイネケン、美味しい。メニューは激安で、串はこれ何本セットか分かんないけど250円ぐらい。ライスとかは100円。こっちがチキンで、こっちがツナ。いただきます。ツナいただきます。めっちゃマグロ柔らかいしうまいんだけど、柔らか。一回皮かな、甘辛。めっちゃうまい。もうほんとビールが飲みたくなるわ。もうすぐなくなっちゃうんだけど、これ追加だね。追加購入だね。チキンはうまい。チキン辛っ。上になんか辛くね。チキンの串をなんかしないけどめっちゃ辛くて、上にはオニオンフライが乗ってます。ツナの方が好きだわ。俺もツナの方が甘辛の、なんていうの、ブリ照りみたいな感じのツナ照りです。甘辛味。ちょっとつまみがうますぎて、もう1本目いただいて、もう全部飲み切っちゃいます。さっきのコンビニで2杯目650も一瞬です。この暑さだと。マジで飲みやすいね。このなんてビール、ビンタック。本当に多分ハイネケンワンチャン関連会社ってぐらい味似てる。これはうまいわ。何本あった？ 8 本ぐらい入って200円ぐらいです。安い。うまい。
それでは屋台移動ということで、次はラーメンが食いたいので、ラーメンをこちらのお店でいただきます。いただきます。めっちゃ甘い。まず食うのは甘い。これ上に乗ってるの牛肉だ。いただきます。うまっ。ちょっと固めなんだけど、いや、いいわこれ。めっちゃうまい。牛肉も甘めの、甘い。いや、甘い。すっごい台湾料理にありそうな味がしてて、これ牛ほほ肉っていうのかな。まあ甘いんだよね。とりあえずスープも甘くて、この上に乗ってるのも甘いからうまいんだけど、だいぶ甘い。ちょっと辛さ欲しいな。こちらのお店のこのチキンマッシュルーム500円を注文しました。お、すげえ。ネットワンプリーズ。さっきのお好み焼きみたいな揚げたやつ到着。結構な量だな。うわ、刺した瞬間わかる。サクサクでキッシュみたいな感じかも、ワンチャン。いただきます。熱すぎてくれ。キッシュっす。やっぱめっちゃ衣がなんかパイ生地のみたいなやつで、その中に卵入ってます。卵キッシュだこれ。うまっ。いや、さっき風呂入ったのにめっちゃ汗かいてきちゃったわ。2本目完飲。いや、お腹いっぱいになり、6、7分目ぐらいなのに、もう一料理食べたいなっていう。結局安いとか言って食いまくってね、結構な値段になるっていうね。結局食いすぎんだよな。3軒目はこちらのお店で締め。ミックスライスなんか変わったの来たぞ。いただきます。ちょっとな、これワンチャンどうなのかなっていうのがいっぱい入ってんだよな。結構食ったことないものがいっぱい入ってます。じゃあこれまず。おお、豆腐だ。でもちょっと結構いろんな香辛料の味するな。これは何なのかな。焼き鳥でもない気がする。なんだこれは。ツナだ、多分ツナだけど、うわ、なんか独特だな。これもなんかちょっと独特だな。やべ、この量より全部独特かも。これ多分肉な気がするけど。肉だ。やべ、これちょっと最後締めにしては苦手なものと勢ぞろいだな。これちょっと来た瞬間思ったんだよな。この味付け系はね、若干僕苦手なんだよな。ちょっと地元の味付けすぎる。よくわからん香辛料が入ってるから、なんかね、若干辛いし、食ったことない味するわ。すいません、これ以上食えない。口の中がもう辛い。やけどです。ごちそうさまです。すいません、今日やらしました。もう最後締めはもうアイスということで、このなんかマレーシアでも食べたこのアイス屋さん、最後締めでいただきます。無事に宿帰ってきました。他の部屋泊まってない気もするけど、まあ2000円だし綺麗だしいい宿です。おやすみなさい。おはようございます。今からビーチ沿いの方に行って朝ごはん食べてこようと思うんだけど、なんかお腹痛いんだよな。昨日のなんか屋台かな。ちょっとお腹痛いんでパンがいいな。パンが朝は。
それでは海側までバイクで4分行ってきます。到着したのはめっちゃ雰囲気良さげなお店。やべえ、食ったことないけどアサイーボールとか買っちゃった。この後海辺で食べてこようと思います。クタンプビーチっていうところに到着。なんか釣りしてる子たちいるな。でもビーチ自体は誰もいない、貸し切り状態です。人生初アサイー。アサイーってほんと食べたことないんで、どんな味？あ、ヨーグルトなんだ、アサイーって。なんかあとシャキシャキしてんな。なんかナッツ系が結構入っていて、サクサク感あるのと、ベースはやっぱヨーグルトなのかな。あとフルーツもマンゴーだったり、あとはドラゴンフルーツなのかな、入ってます。アサイー食べ終わったので水質調査をしていきたいと思います。あ、だいぶ綺麗だな。透き通ってる。あ、これは綺麗だ。昨日行ったビーチよりもなんか砂浜の先が石がもうゴロゴロなんで、透明感はこっちの方が透明感はこっちの方が強いな。やっぱ砂がありすぎるとね、若干その砂で濁って見えちゃうんで、水はかなり綺麗です。それではドローンいってらっしゃい。本日のお昼は海沿いにあるこちらのお店。かなり雰囲気も良さげでご飯が楽しみです。本日もナシゴレンいただきます。こちらは照り焼き。ではいただきます。さあ、ほぼチャーハンだね、匂い自体も。これはだいぶチャーハン。甘さとかもそんなないからマジな白チャーハン。ナシゴレンの特徴として何かしらなんかお肉がついてくることが多くて、あとは卵は溶き卵のやつと、あと目玉焼きの2種類があります。今日は溶き卵。この串は、鶏肉なんだけどごまだれがかかっていて結構甘めのごまだれです。ここのナシゴレン冗談抜きでトップクラスでうまいです。ごちそうさまです。急に現れた景色が綺麗だね。ということで入ってみます。ペニダ島の海めっちゃ綺麗でした。本当に綺麗だわ。透き通ってる。こんだけなんか波があるのにもかかわらずこんなに綺麗っていうのは相当だと思います。今まで結構いろんなところ行ってきたけど、結構上位に入るぐらい綺麗だな。ペニダのビーチ何個か行ってきたけど、ここのよく名前もついてないこのビーチが一番おすすめです。めっちゃ綺麗だし、あとなんていうのかな、砂浜からその海の水深っていうのもここちょうどよかったです。
さっき言ったところとかはなんか浅すぎたりとか。でもなんかペニダ1個注意点としては、シュノーケル借りれるところがないんで、自分たちでシュノーケルは持ってきた方がいい気がします。今からバリ島の本島に帰ろうと思うんだけど、帰りのチケットは僕取ってないんで、まだ予約してなかったんで、今からフェリー乗り場行って今日のチケットあるかどうか聞いて帰ろうと思います。なかったら終わりだなマジで。多分あると思います。一旦船乗り場の方に着きました。こんだけ観光客来てるから多分まだ船は絶対あるはず。チケットカウンターっぽいの発見したから買えるかどうか確認してきます。ここのフェリーでチケット買おうとしたらなんか2000円、1人2000円って言われて高かったんで、このインターネットで今急いで買ったら1人1400円ということでインターネットで購入してます。こうしてくれればいいのにな、安く。今バイク返しに来たんだけど、こんなに観光客いたんだ。僕たち住んでるとこ多分だいぶマイナーだった気がします。ほとんど観光客見なかったもん。フェリーに乗るまであと1時間半あるということで何しようかなって迷ったんだけど、このアイスにしました。このアイスマジで安くてうまいんだよな。いや、この店内マジ人もいないし涼しいし最高です。いただきます。マジでここのうまい。船は時間通り出港しそうです。それではバリ本島に帰ってきます。無事にバリ本島に到着しました。こっから宿まではもう5分ぐらいのところ予約してるんで、もう今日は休みます。本日のお部屋はこのナンバー2。お、綺麗そうじゃね。ホテルに無事到着したんだけど、一番気がかりなのがここにペニダ島行く前に荷物だけ預けてたんであるかなっていうのが気がかりだけど、発見しました。こちらです。よかった。やっぱりペニダ島行く前は絶対に荷物置いてた方がいいと思います。僕たち1泊2日ですら荷物あったら本当バイク乗れないんで、絶対ペニダ島から帰ってくるところのホテルに荷物置くのがベストです。本日のお部屋がこちら。この広さで、しかも水と冷蔵庫付きで1700円。バリマジでホテル安い。タオルもついてるし、もうほんとヨーロッパふざけんなって感じに思ってくるわ、こんなの。で、シャワーもあります。トイレとシャワーはまあ一応一緒だけど、まあ全然1700円なんでもう 100% 満足。いやー、お腹空いたということで今から焼肉を食べてきます。なんかこの近くに焼肉があるみたいで、今チャンス。渡れる時に渡っておかないとマジで大量のバイクが来るんで。危ない来てる。車も来るわ。ほんとマジでインドネシアてかバリ島渡んのむずすぎよ。見つけました。ジャパニーズバーベキュー焼肉店。ここで今日は夜ご飯食べます。ガチガチにうまそうな焼肉来ました。いただきます。いや、じゃあちょっと焼いちゃっていい？タンから？いや、タンからか。確かにタンからの方が良さそう。うわー、うまそう。いい音する。それではまずタン塩からいただきたいと思います。いただきます。いや、うまそう。いただきます。美味しい。いや、うまい。うわ、やっぱうまいわ、焼肉。美味しい。うまっ。ご飯もおそらくこれ粒見た感じ日本米です。うわ、もちもちうめえ。キムチも日本人が好きな酸っぱすぎない感じ、程よい甘さがこれまたいい。うまそうだな、本当にジュージューいってる。では鶏皮いただきます。醤油かな、鶏皮は。うまっ。美味しい。うまっ。なんかこの通りでなんか珍しいのか、僕たちがジュージュー焼いてるとみんな見てきます。美味しい鶏皮。カルビもうまい。本当にね、めっちゃうまい。ちょっとビビるぐらいうまかったっす。ごちそうさまです。これだけ食べて1500円以下。無事帰ってくることができました。明日はウブドっていう内陸部の方に行くんだけど、バリって言ったらライス畑、米畑が段々畑になったやつがあれイメージあると思うけど、そちらの方に行ってこようと思います。あとはホテルもウェスティンを予約してて、マリオット系のウェスティン初めて泊まるんでめっちゃ楽しみです。
それでは次の動画でお会いしましょう。行ってきます。